冬になると北国は雪と氷に閉ざされ何もねえと思われがちだが、この季節でなければ見られない農家の風景がたくさんある。例えば牛の雪中行軍、例えば秋のうちに畑に埋めておいた野菜の出荷、そして牛の出産だな。ちょっと見てくるわ。風呂上がりにブリーフ一丁で真冬の牛舎に行く親父殿。七頭目親父殿。父ちゃん、この時期にブリーフ一丁はどうかと。だって生まれた子牛触ったらどうせ汚れるし。今外マイナス20度なんだが、今回はこの型破りな親父殿について語っていこう。私の実家は明治時代に本州から北海道へ入植した開拓農民である。親父殿はその3代目だ。ちなみにこの傷跡については、小さい頃農耕馬に蹴られて顎の骨が粉々になってよ、血がドバドバ出て死にそうになった時、川の向こうに死んだじいさんが見えた。三途の川にも行ったことがある親父殿は、どんな大怪我を負っても必ず生還する。牛舎を自分で建てていた際に屋根から落下、腰骨折、農作業機を修理中に落下、肋骨骨折、ダンプカーで排水路に落下、内臓破裂、腸が30センチ短くなったぞ。じゃというように話すネタには事欠かない。続いてやんちゃなエピソードの一部も紹介しよう。これは私が小学生だった頃、親父殿がスケートリンクを作ってくれたのだが、父ちゃん、これどうやって作ったの？あれで水をまいたのさ。バキュームか？あんなもんで水ちゃんと中洗ったぞ。軽くまくな。軽く？こんな感じで農作業機を使った親父殿の暴走は止まらない。友達と川で釣りをしていた時は、釣れるか？今日は魚がいないみたいで全然。そんじゃ下流から魚を追い込んでやろう。トラクターで川の中走ってきよった。エンジンに水入った。アホだこの人。さらに極めつきの出来事はこれ。大雨が降った翌日の朝、軽トラに乗って出かけた親父殿が徒歩で戻ってきた。死ぬかと思った。どうしたの？雨で川が増水したから営農用水の水源を見に行ったんだけどさ、水源地に行く前にちょっとした堤防があるだろう。少し高いところに小さい橋があるね。そこの土手をいつも通りアクセル吹かして一気に登ってったら、橋が大雨で落ちてやんの。危ねまあここに生きて戻ってこれたってことはブレーキが間に合ったのね。ブレーキ踏んでも間に合わんと思ったんで、そのままアクセルを重くそ踏み込んで向こう岸に着地したい。誰かこの親父をハリウッドへ連れて行け！こうして軽トラを向こう岸に残し、親父殿は徒歩で帰ってきたわけだ。最後におかんはこう語る。お父さんが死にそうな目に遭うと、必ずうちの牛かペットが原因不明でお亡くなりになるのよ。親父殿の身代わりかどうかは定かではない。百姓貴族。そして近年この親父殿に劇的な変化が起きたのである。ただいま。おかえり。トランクスになってる。つってもやっぱりそのまま冬の牛舎に行くんでしょ？いや、さすがにこの年になると冬にパンツ一丁は無謀だ。ちゃんと着るさ。裸ジャケットプラスパン1。親父殿には一生どころか来世でも勝てねえと思った。